皆さんこんばんは、ミクです。先週は台湾一人旅 Vlog をお届けしたので、このお家で日常 Vlog を撮るのは1週間ぶりです。この1週間の間に東京は暖かくなって桜がポツポツと咲き始め、やっと春がやってきました。東京はね、もう今週末には桜が満開になるかもしれないということで、今週末ちょっとお花見をしにね、どっかにお出かけできたらいいななんて思ってるんですけれども、桜が咲いたと思ったらもうすぐ4月。つい最近まで明けましておめでとうって言ってた気がするのに、もうほんと月日の流れが早すぎるということで、4月といえば新生活シーズン到来。今週の動画は Amazon さんとのタイアップでお届けしていきたいと思います。これまでかれこれ2回ほど Amazon さんとタイアップさせていただいたんですけれども、どちらの動画も好評ということで、また今年も Amazon の購入品紹介をさせていただけることになりました。皆さんいつもありがとうございます。今回のテーマは新生活ということで Amazon でいろいろお買い物したんですけれども、4月から活躍するであろう QOL を上げるアイテムをいくつかこちらに購入していますので、ご紹介させていただきたいと思います。結構ね、今回は大物を買いました。まず1つ目、シロカのヒーター機能付きブレンダーです。ブレンダーをね、購入しました。なんかね、少し前から私朝食をベーグルと冷凍スープっていうので定番化させていたんですけれども、なんかスープを作れる機会がねあれば、もっとコスパよくスープ作れるんじゃないかなと思っていたんです。でそれでいろいろ調べて、スープメーカーなるものがね、結構いろんな会社さんから出てるのを見て悩んだんですけれども、私はシロカのヒーター付きブレンダーにしました。はい、こちらです。ヒーター機能付きということで、約90度まで加熱できるらしいので、材料を入れたらもうそのまま加熱しながらスープをね作ってくれるらしいです。もちろん冷たいもの、例えばスムージーは冷たいままで作ることができる、なんか断熱構造みたいなのが採用されてるらしいです。はい、でこのブレンダーはスープとスムージーが作れるだけじゃなくって、その他にも豆乳モードだったりとか、ヨーグルト、ソース、おかゆ、薬膳、麹、あと温め直しとかも本当いっぱい機能があって、それをねここのボタンで簡単にね操作できるらしいです。でね、これレシピブックもついてるんですよ。結構分厚めのレシピブックなんですけれども、これどれもねすっごく美味しそうで、なんか春夏秋冬でスープだったりとかスムージーとかぜんざいとか台湾のシェントージャンも作れるらしいし、ドレッシング、あとはパスタソースもねこれで作れるらしいので、ちょっとこれを見ながらね、こういろいろ朝食のみならずね、日々の料理にね活用していこうと思うんですけれども、特にスープはね材料を入れただけでスープモードを選択すれば30分で美味しいスープを作ってくれるらしいです。なので朝の忙しい時間帯にこのスープを作りながら、他のメイクだったりとか着替えだったりとか、そういうね支度を済ませて、全部支度を済ませてからスープとパンを食べて仕事を始められるっていうね、時短ができるのがいいですよね。であと本体とこの容器がちゃんと外れるので、お手入れしやすいなと思って、これをね洗うだけで済むし、あとはね自動でね夜洗いもしてくれるらしくって、高温でそれもねすごく清潔にこのブレンダーを使えるし、楽ちんということで気に入ってこちらを購入しました。これで朝のスープ、それだけじゃなくてスムージーだったり豆乳、ヨーグルト、いろいろね作ってみて朝食を楽しんでいきたいなと思います。こちらまず1つ目がシロカのヒーター機能付きブレンダーです。次こちら Amazon の新生活セールファイナルで購入したのはこちら、シルクワのシルクセラムピローフードです。じゃじゃん、枕をね買いました。これが中の枕でしょ。で生シルクピローということで、シルクのね枕カバーが入ってると思うんですが、私ね最近ね寝起きの髪が絡まりすぎて、朝起きて櫛を溶かす時ね本当に痛いんですよ。やっぱりね年齢を重ねて20代の頃よりも髪がパサついてるのをねなんとなく感じてて、結構ヘアケア頑張ってトリートメントだったりとか気をつけてるんですけど、それでもやっぱり絡まるっていうのを最近感じていて、前からねシルクキャップとか気になっていたんですけど、シルクキャップ絶対寝てる時ねこうやってね自分で取っちゃうと思うんですよ。でも枕だったら取るとかないじゃないですか。キャップよりも枕かなと思ってこちら買ってみました。はい、こちらです。
シルクワの枕はいろんな種類があるんですけど、私が購入したのはフード付きのものですね。ここにこうペラペラっとフードがあると思うんですけど、この中に紙と一緒にこう頭入れて半分ぐらいまでこうかぶって寝るというものです。これ結構良くないですか？でこのシルクワは化学繊維を一切含まない純度 100% の生シルクということらしくって、摩擦が少なくね、あと乾燥と静電気も対策してくれるみたいですね。あと肌にもちょっと優しいみたいなことも書いてありました。あとこの枕がね、高さが8センチぐらいあって、寝てる時にちょっと顎を上げるみたいな感じな姿勢になるらしいので、首のシワだったりとか二重顎対策にもね気を使ってくれている設計らしいです。ありがたい。で結構枕は低反発というよりかはものすごい柔らかい感じなので、こういうね柔らか枕がね苦手な人はちょっとあんまり刺さらないかなと思うんですけど、私はこういう柔らかい枕が大好きなのでちょうどいいかなと思って今日の夜から試してみたいと思います。これからもねしばらくはこの髪の長さでいきたいと思うので、ツヤのある指通り滑らかな髪を目指して、これがね効果があればいいなと思いながらちょっと使ってみたいと思います。次はこちらです。華道の布団乾燥機です。布団乾燥機を購入しました。私がね好きでよく聞いてるラジオで布団乾燥機が最高だという話をしててね、この前陶芸教室に行った時に他の生徒さんに布団乾燥機気になってるんですよねみたいな話したら、結構皆さんお家で布団乾燥機使っててめっちゃいいよみたいな、絶対買った方がいいよってご利用しされたので、このセールを機に布団乾燥機をね導入しようかなと思い買いました。こちらです。布団乾燥機ってなんか置き型で、そこからこうホースが出てるみたいな、そういうのが大きいものを想像したんですけど、このね華道の布団乾燥機はめちゃめちゃコンパクトで 400g しかないんです。しかも海外の電圧に対応しているので、旅行にも持っていけて、旅先でのダニとかトコジラミ対策にも使えるらしいです。それめっちゃいいなと思って、こちら買いました。これかなりねミニマムな設計で、ボタンは3つだけ。コースは温めコースと、あとは乾燥ダニ対策コース、あとは送風コースの3つです。温めコースはもう素早く10分でね布団の中を温めてくれるみたいなので、まだ春先で夜とか肌寒いので布団をねこう温めてほかほかで寝たいなと思います。去年ねベストバイで紹介したシャクティマットしかり、最近は本当寝ることにものすごく重点を置いていて、このね布団乾燥機でもう布団自体を温めて、よりねいい睡眠がね取れたらいいなと思ってます。あとは春が過ぎて梅雨の時期にはダニ対策として活躍してもらおうかなと思っています。なのでなんだかんだ一年中使っていきそうな、そんな華道の布団乾燥機を購入してみました。あとはこちらチャコールをね買いました。こちらもねずっと気になっていたアイテムなんですけれども、最近私お茶にハマっててね、よくお茶飲んでると思うんですけど、それを見てね視聴者の方から「ミクさんチャコールを知っていますか?」って。チャコールを使うとねお家の中がお茶の香りでいっぱいになってすごく癒されるので、ミクさんも好きだと思うからぜひ試してみてくださいって教えてもらって、こちらいろいろ調べてガラスのチャコールを買ってみました。すべてガラスのチャコールです。この上にねお茶っ葉を乗せるトレイみたいなのがあって、でこれが本体。縁にねお茶の葉っぱのガラスがついてるのがすごく可愛い。であと下に受け皿とティーキャンドルをね入れるものがあります。それとともにチャコール用の茶葉っていうのもあるらしくって買ってみました。はい、こちらです。桜の香りって書いてあるんですけど、ほんといろんなのがあって、チャコール専用茶葉、ほうじ茶とかなんか緑茶みたいなのとかいっぱいあったんですけど、桜が咲くこの時期にやっぱりそういう春っぽい香りを部屋に漂わせたいなと思って、こちら桜の香りを選びました。これがねすごく桜餅みたいな香りがするんですって。確かにもうこの時点で桜餅っぽい香りする、すごくいい匂いってレビューがね書いてあったので買ってみました。川本屋茶舗さんのチャコール用茶葉ですね。楽しみ。新生活始めるにあたって家電とかね機能的なものをね揃えていくのもいいけれども、その中にこういう心をリラックスさせる
そんなアイテムをね入れてみると、よりこう生活が楽しくなっていくんじゃないかなと思います。そんな感じで新生活に QOL を上げてくれるであろう私の Amazon での購入品は以上です。Amazon 新生活セールファイナルの開催期間は4月3日から4月6日まで、先行セールは3月31日から始まります。今回購入した商品含め私のおすすめはストアフロントにまとめておきますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。皆さんの Amazon での新生活のお買い物の何か参考になるものがあれば嬉しいです。それでは引き続き Vlog をお楽しみください。
んばんは。私一人お茶会にハマって、そこから和菓子作りに興味を持って、練り切りを中心に和菓子いろいろ作っているところをね、動画で皆さんにお届けしているかなと思うんですけど、和菓子作るだけじゃなくって買って食べるのも最近ハマってて、いろいろ気になったものがあったら買いに行ったりとかしてるんですが、フォロワーさんから結構こういう和菓子の美味しいとこありますよとか、こういうイベントありますよみたいなのをね教えていただける機会が多くなって、で最近日本橋三越本店で和菓子のイベントやりますよっていうのを教えていただいてね、しかもテーマは恐竜ですって、ミクさん恐竜も好きですよねということで教えていただいて、もう行ってきました。で期間がね3月23日までなので、この動画が出る頃にはもう終わっちゃってるんですけど、ちょっと可愛すぎるものをねいくつか手に入れたので、ご紹介だけさせていただきたいなと思って動画を回しています。こういう和菓子のイベントって定期的にデパートでやっててね、いつも買いに行ってるんですけど、なんか今回はね恐竜ということもあって、恐竜好きの方もねたくさん来てたと思うんですよ。だからなのか結構売り切れてて、早い時間に行ったのに本当に欲しかった恐竜の練り切りは買えなかったんだけど、余ってるもので可愛いなと思ったものをいくつか買ってみました。はい、まずこちらから。こちら島根県の彩雲堂という和菓子屋さんの商品で、このイベント限定のものみたいです。トリケラトプスと恐竜の卵2個入りで1080円ということで、開けてみたいと思います。じゃじゃん、かわいい。はい、こちらトリケラトプスの顔の形をした練り切りですね。このつぶらな瞳が何とも言えない可愛さですよね。この瞳の部分は何でできてるんだろうな。はい、まずこちらでしょと、トリケラトプスと恐竜の卵なので、もう一個の方ははい卵です。可愛い白地に黄色のドットの卵でちょっとひび割れてますね。素朴な可愛さですね。こちら2個セットの練り切りです。次はこちら愛知県清め餅総本家かなのジュラの大地という名前の練り切り菓子です。はい、こちらもイベント限定の商品みたいで、この恐竜とこの黒いのは火山、恐竜は練り切り製で、火山の中にはこしあんが入っているそうです。土台もちゃんとあって、ジュラ紀の恐竜が生きてる様みたいなのを表現した和菓子ですね。かわいい。恐竜好きにはたまらん。次はこちら。これは埼玉県の亀屋さんかなの化石モチーフの練り切りですね。これも結構リアルですよね。多分この中にね水色の練り切りの生地がね仕込んであって、こう色を透かせてると思うんですけど、それがすごくなんていうか化石の陰影っていうのかな、それを表しててね、すごくかっこいいなと思って買いました。はい、最後はこちら愛媛県一六本舗さんの和菓子ですね。道後恐竜湯の丸です。めっちゃ可愛くないですか？可愛すぎて買っちゃったんだけど、これトリケラトプスかな、それが温泉に入ってて、恐竜の部分は練り切りなんだけど、下のこの風呂桶っぽいところはちょっと羊羹っぽい感じになってて、ここに道後温泉の道後っていう札をね持ってて、ものすごく細かくて手の込んだ作りの恐竜の和菓子ですね。めちゃくちゃ可愛い。これなんか抹茶味らしいんですけど、何これと思って買いました。そんな感じでちょっとねもうイベントが終わっちゃってるからあんまりねしっかりご紹介できないんですけど、こういう感じで和菓子作ったり買ったりしながら楽しんでねいこうかなって今年も思ってて、今日はこの中のどれかをお茶のお供にねして食べたいかなと思います。あとはねちょっと冷凍して日にちをね分けてちょこちょこ食べていきたいなと思ってます。以上、最近の和菓子活のご報告でした。
おはようございます。これ昨日ね使って寝てみたんですけど、めちゃめちゃ良かったんでちょっとご報告です。朝起きた時の髪の手触りっていうのがちょっと違くて、結構ねいつも朝起きた時の髪がパサついてて、もうちょっと手で触っただけで絡まってるなみたいなのをね発見できるんですけど、今日は結構ねスッとね手ぐしでね髪が通るみたいな、そんな感覚をね覚えました。これのおかげなのかもしれません。シルクワのこの枕のね寝心地もめっちゃ良くて、この柔らかい枕がね私に結構合ってて気持ちよくて、このフードかぶせたんだけど途中からやっぱりこのフード外して寝てて起きたらかぶってなかったんですけど、でも枕なのでちゃんとこのシルクの上に寝ることができてたから髪がね結構いい感じです。これからも使い続けてみて、ちょっと髪のねその朝起きた時の変化っていうのをね確認していきたいなと思います。今のところシルクワの生シルク枕めっちゃいい感じです。報告でした。I got no drip in my pocket. Must have forgot it, or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it. I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money will solve them. No, that don't mean money will solve them. Woke up dreaming of the commas, and I got $100 in my wallet. I've been trying to make it, do it for my mama. I ain't with the fake and never with the drama. She said that I'm 始まりました。最近どれラジオ第60回。すごいね。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。このラジオは私はこのうちにアトリエを持って私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオなんですが、今回は60回という節目の記念の回なので、ゲスト愛ちゃんに登場していただきました。こんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さんご存知愛ちゃんです。お邪魔させてもらってます。はい、60回の記念ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいね、60回。すごくない？すごいよ。60回もやってんだよ。すごい。もう喋ることないよって最近ね、もう思ってる？思うよね。思うぐらい
やってるもん。確かに、でも7に喋ることあるの。すごくない？不思議だよね。なんかだんだんさ、夫婦とかってさ、会話がなくなってくる人って多いじゃん。そうカップルもだけどさ。そうそう。まあでもね結構面白いのよ。こうやってその視聴者の人とね、交流することで新たな会話が生まれる。まあ確かにトークテーマがあるといいね。そうそう考えれるし自分も。でそれで最初さ一番最初のゲストでのんちゃん来てくれたよね。来てたね。のんちゃんと来てたディズニーについて喋って確かに。でその後いくつかゲスト挟み、ついに愛ちゃんですよ。何度もね私の動画に出てくれて、特に旅なんだけど確かにね。一緒にいろんなとこ行ったよね。行ったね。韓国、台湾、オーストラリアも一応ね。オーストラリア、そうね。一応ね。もう忘れちゃったぐらいだよね。忘れちゃったね。普通に旅行、動画じゃない旅行とかも行ってるもん。そう私とそののんちゃんと愛ちゃんはもうなんかもうほぼ家族だよね。そうだね。姉妹って感じ。みたいな感じで。二人が双子なんだよな。そうね。一番年下なのに一番お姉ちゃんなんだよな。私とのんちゃんが同い年、今年35の代で、そうだね。愛ちゃんは33になるのか3になるか。この前32になったばっかだからまだ32を味わいたいです。じゃあもう32じゃん。これからだね、まだまだ。ということで私たちは何年前？2、3年前3年前3年前だね。3年前のオーストラリアの取材で出会ったんですよ。そうだね。いつもこう愛ちゃんとのんちゃん3人どうやって出会ったんですかって聞かれる。聞かれるよね。聞かれる。本当に3年前オーストラリア政府観光局のプレスツアーに参加することになって、私そういうのね今1回初めてだったの、あれで。言ってたよね。そうこういうの初めてだからこういう感じなのみたいな感じでちょいちょい質問されるみたいな。ちなみに私もそんなには言ってないみたいな。こんな仲良くなるもんなのとか、ね、こんなになんかみんないい人たちなのと思わなくて、わかる。最初怖かったもん。そうなんかあんまりこう人とさ旅するってちょっと嫌じゃん。確かになんかずっとそうこう一緒に行動するから、あれだったんだけど、のんちゃんも愛ちゃんもなんかいい人でみんないい人だったよ。みんないい人で、そこにいる全員がいい人だったから、途中からなんか家族みたいになってなったよね。そう終わった後だってそのツアーメンバーで打ち上げとか打ち上げ行ったよね。そうあれでも他でやったことないもん。ないよ。ないそんなことない。ない。でそこからね定期的にのんちゃんと愛ちゃん3人で会うことになって、もう気づいたらもうめちゃめちゃ合ってるよね。めちゃめちゃ合ってる。最初の1年は今まで出会ってなかった分の距離を詰めるかのようにめっちゃ合ってた気がするんだよ。なんでうちら今まで会えなかったんだろうっていうなんかその分埋めようぜみたいな感じで結構合ってた。2年目からは多分ちょっと慣れて、そんな高頻度ではないとか、まあ作飯みたいな、作飯とあとは、3人仲いいけど私と愛ちゃん、確かにのんちゃん愛ちゃん、のんちゃん私みたいな。確かにもうなんか別個で会う。そうだね。ディズニーだとそうだね、のんちゃんと行くしみたいな。で愛ちゃんとのんちゃんはさなんかランニングしたり確かに朝活したりとかして、あとここはねあんま一緒に会わなくない？あんまり会わないけど、なんかみくちゃん家で作業してた時とかあった黙々と一緒に仕事したりとかが多いよね。そうだね。のんちゃんとは正反対なの多分。なんか性格、でも好きなものが一緒だからそこでバーってなれるのね。確かに愛ちゃんとは結構性格のなんか確かに書くみたいなとこが似てるかもから喋んなくても通じんのよ。そうだね。なんかベースが一緒なんだよな多分。そうその温度感っていうかテンション感、そこにのんちゃんが加わるとみくちゃんだけこうギュインって引き上げられて私はそれをこう、また引き上げられてるなみたいな。でもあなたもたまにね上げられるんだよ。けしかけられて一緒に歌い出して私はそれを無で見る。そうそれのどっちかなんだよね。だからあんまりね愛ちゃんと遊ぶっていう感覚ではないんだよね。そうだね。なんか語ったりとか、一緒に作業するっていうのがすごい楽で、だからあんまりさこうなんていうの3人でいる時は本当にしょうもない話しかしてないし、お互いでいる時も意外となんかお互いの話をしてるようでしてないかもね。してないっていうか、なんか日々のストレスを会うことでなんか発散したいからあんまりなんか重いこと喋りたくないっていうか。確かに重いことあんま喋らんもん。なんかもう日々でいろいろあるからここで会ってさ会ってそれを逆に忘れるみたいな。そう楽しいことして忘れようみたいな感じじゃん。だから結構愛ちゃんのねこと知んないこと多いよ。知んないこと多い。あんま喋んなくない？喋んない。私聞かれない限り基本喋ってない可能性あるよね。だからちょっと愛ちゃんについて深掘りしていきたいと思います。ありがとうございます。皆さん愛ちゃん何なん
何の人なんだろうって、一緒に旅してくれてるけど何なんだろうって、確かになんか美容の人なのかな、韓国通の人なのかな、何なんだろうって一体何をしてるんだってなるよね、そうって思ってる人もいると思うので、はい改めて愛ちゃんを紹介していきたいと思います。ありがとうございます。愛ちゃんはフリーランスライター、うんおよびエディターとして今活動していて、はい学生時代18歳の頃に雑誌 JJ の学生ライターをスタート、かっけいや懐かしい。懐かしい。私もそう応募しようとしたことある。嘘なんかそれも本当奇跡っていうか、知り合いの、たまたま知り合ったお姉さんがそのライターをしてて、どうやってたまたま知り合うの18歳なんか本当、関西ってすごい特殊だったんだよね、うんうん、読者モデルをハンティングっていうか、スナップ撮影とかのために結構スカウトするの、ライターさんが。はいはい。でそれの関西の担当してるライターさんがいて、そのタイミングで私は別に読者モデルとかじゃないんだけど、読者モデルっていうよりかはハンティング的なのされたタイミングで、なんか読者モデルにはそんな興味ないけど、その仕事には興味あるかもみたいな感じでそう話してて、そのままその人のアシスタントに就いたって感じ。バイトになるんですよ。多分一応バイトって感じだった。取材が多かったから企画を考えたりとか、なんか雑誌のなんとか企画みたいな、そう1週間30日来ましこうでみたいなとかの、この春は何々みたいなの、その時は関西にいたから、関西の読者モデルたちのトレンドをピックアップするみたいな。なるほどね。で今この人がおしゃれだとか、そういうのを企画とかにするって感じだったかな。へえ、それをやってて、その後大学卒業後にアパレル、お洋服は好きだったから、アパレル系の職種には就きたかったんだけど、なんか販売員は別にしたくなくって、でなおかつある程度なんか親もある程度安心感のある企業じゃないと、やっぱアパレルってどうなんだろうみたいな確かにね、そういう感じだったから、アパレルのなんか商社みたいなところに入って営業してた。知らなかった私これ。そうだよね。ライターしてたのは知ってたんだけど、JJ の。そこの企画営業は？そこの企画営業がマジで本当に思ったよりも男社会で、だからもうほとんど事務のお姉さん以外女子が一人で。そうなんだ。そう意外だね。もうなんか大阪の商人たちが集まってるみたいな部署だったので、もう電話とかも課長とか「へい毎度」みたいな、めっちゃ体育会って感じの会社だったの。だから本当もう飛び込みとか新規開拓の営業をひたすらするみたいな。でもなんか苦手そうじゃない？苦手だよ。めちゃめちゃ苦手だったの。なんかのんちゃんとかならイメージつくんだけど、愛ちゃん結構どちらかっていうとさ、なんていうかスンって感じじゃん。わかる。私もだと思うけど、割と私絶対苦手だもん。苦手。こういう飛び込み営業みたいな。その当時はそういう企画営業みたいなのになんか憧れてて、まあかっこいいよね。そうなんかかっこいいじゃん。なんかちょっとヒールカツカツしてさ、こういう感じで。そうその時はそれに憧れてたんだけど、やっているうちに、いや本当に営業向いてないみたいなっていうのも、やっぱ営業ってさ、やっぱ結局数字だから、その数字を達成しないといけないみたいな、でもその数字を達成しなきゃいけないっていうものに興味がなさすぎて。なるほどね。そういう数字を追い求めるそのもの自体が興味ないんだ。そうなくてなんか向いてなくねみたいな、そういう感じだったね。なるほど。それ何年ぐらいやった？それね2年は働いて、3年目の夏に辞めたの。25歳の年か。だから一回辞めようかな、転職しようかなって思う時期よね。3年ぐらいね。でもなんかなあなあで辞めても多分続かないから、他もなんか自分の中である程度最低限のそこの目標、なんかまあ何億の企業の案件引っ張ってきたら辞めるみたいなのを決めてて、それができたから辞めたって感じだった。じゃあ次のさ転職先が決まったとかじゃなくて、そのいたところでちゃんと自分の目標値に行って辞めたのよ。そうだね。でもそれがないと多分このままなあなあで生きるなって、自分でもきっとそんな適当で辞めたら後で後悔するし、自分を責めることになるじゃん。だから自分を許すためにここまではやろうみたいな感じ。いやなるほどね。そっから動画メディアに結構すぐ転職できた？すぐね転職した。ここになるってもうある程度目処がつくタイミングで転職活動
してて、うん1ヶ月なくうん転職したかな、間だから辞めてすぐ。へえ、アパレルから動画メディアってさ全然さ違うじゃん、全然違うよね。ね、それに転職したのも、うんうんなんか自分の中では一応軸があって、うんうん全然違う職種なんだけど、うんでも企画を考えるとかトレンドをリサーチするとかはずっと好きだったし、うんうんその学生ライターの時からずっとしてたことうんうんだったから、それも活かしつつ、んなんかやっぱ紙ってどうしてもやっぱ減っていくっていう現実があるじゃん。ああ、そうだね。そうだからやっぱ仕事があ紙一本にするのはうんさすがにリスキーだなって思って、自分が独立する前に一回動画メディアを挟んで動画の知見とか、はいはいその動画メディアがインフルエンサーマーケティングも割と先駆者みたいな感じでー、うんやってて、はいはいまあ、読者モデルっていわばインフルエンサうんうんーとかだったから、うんなんかそういうコミュニティとかうんうんの分析とかそういうマーケティングとかも好きだったし、うんうんなんか自分の好きなことをうんなんかちょっと現代っぽくうんアレンジして学べるかもみたいな、すごいちゃんとさ考そんだけはすごい考えてたもん。やっぱあいたんって結構言い方っていうかさ、なんかこう面と向かってあと結構なんか「かね」みたいな基本眠がってんの。私もわかる私も眠がわかるじゃん。るわかる、私も脱力系なんだよね。低燃費なの。そう低燃費なのに結構さやっぱ考えてんだよね。考えるよねしかもちゃんと計画っていうかさ、その派生まで考えてそうだねやってるからさ。その時はいやあと今もやってると思う。今はねちょっとまだできてないけど、いやでも確かにそうだよね。紙もやって、うんまあ、動画もやれたらそうそうそうもう独立したらまあ、なんか独立した先でダメでもどっちかまた戻れたりするしね。そうそうなんかやっぱ紙に必要なのって、うん SNS とか、うん動画の力がそれに付随すれば、うん多分紙はなくならない、うん最低限っなるほどね。ていう感じだったから両方できたら、うん自分がまあめちゃめちゃ動画編集できるとかそういうのはまた別なんだけど、うんうん何かしら知見があれば、うんまあ、自分の知人を紹介して自分経由でお仕事をしてもらったりもできるし、うんうんうんなんかそういう人脈のところもすごいし、あーなんか良かったなって思ったい。やすごい25歳の愛ちゃんすごいじゃん。私そう25歳止まってるのでも時そこであの時ってまださ、うん自分のしたいことがさそうまだなんかちょっともやもやもやがかかってるというか、うんうんふんわりしてるよね、で自分ができることも分かってないじゃん。分かってなのになんかさらに飛躍したいそうとか言ってそう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 分かる分かるちょっとね大きいこと言っちゃうんだよね。そうそうなんか全然目の前手つかずなのになんか私はこんなもんじゃないみたいなさわかるわかるでもそれこそプラダを着た悪魔とかを見て、わかるちょっともう気分上げてたもん。わかるわかるわかるマイインターそうンとか見て、ね、そう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 。待ってそこの動画メディアにうん東京転職して上京してどれぐらいやっそこは、うん正社員でいたのが1年、うんその後業務委託に変えて1年、うんうんで、まあ、今はなんかたまにそこ経由でお仕事をしたりすることもあったりなかったりって感じかな。そう当時その動画メディアでインフルエンサーマーケとかうんうんやりつつ副業でその JJ のライターをずっとしてたの、そのまま。かっこいいでなかなかできないよね。でうん私もなんか応募履歴書出してないの。うん師匠がいて、そっか師匠についてたからもう履歴書なしでなんかもうそのまま編集の人とかに会ってご挨拶して「東京来ました」っていうのでいろいろお手伝いしつつ、はい結局なんか任せられる企画が増えていって、はいはい後々その二足のわらじはかなり厳しくなってきたから、はいやっぱ片手間ではできないってなって、うんうん当時の上司に相談したらじゃあなんか業務委託で切り替えてやってくれたらいいよみたいな、うんうんでできることをもうちょっと絞ってみたいな、うんすごいその時の上司が良かったんだけどうんうんで最初そうしてたって感じ。で2019年に独立してそうだねそこからライターエディターとして JJ クラッシー、うん大人百科大人百科とかもやってたね。写真集タレントインタビューアパレルやビューティーブランドのルックのアートディレクションなどに手伝うめっちゃかっこいいんだけどだからなこの書いてることかっこいいよね。めっちゃかっこいい書いてることだけかっこいいのやってることは別にそんな変わんないんだよ全部。キラキラ系じゃない？気まずい。でもさこういう愛ちゃんみたいな働き方さ
憧れてる人多いと思うしさ、うん結構相談とか来るんじゃない？どうやった来るらこういうことできるんですかみたいな、展示会とかさ、なんかこの新しい商品の見てリール取ったりとか、お仕事で海外行ったりとか、確かにね芸能人みたいな人にさ、そうだね会う機会がさもう圧倒的に多いわけじゃん。何やってるか分かんない時あるよ。インスタ見てるとさ、どれが仕事でどれが遊びなのかプライベートか分かんないよね。そうそうそう分かんないぐらい出る側からするとすごい楽しそうって思うよね。確かに絶対大変だなと思うけど。そうだよ、いろいろ知ってるが人間はさきっとさ、うんなんかいろいろあったんだろうなとかさ、うん多分いろんなお察しをさおきっとあるんだろうけど、うんやっぱインスタはさなんかもういいところの切り取りだし、自分のいいことの思い出記録だからさ、そうだよね。実際だって裏での愛ちゃんはさ、うちらでこう3人で遊んでても、ごめん今返すね。間違いない。でも愛ちゃんだけじゃなくのんちゃんものんちゃん今来たる。ちょっとごめんメール1個返すそうそうとか言ってメール返す時間発生してるし、なんか一回韓国旅行行った時に、みんな寝るってなったのに、愛ちゃんだけなんか夜中になんか何かを入稿しててなんかやってたねあれやってたやってて、なんかってかぶってたんだよね、大丈夫先寝るよとか寝ててとか言ってタカタカタカってやっててさ、それ全員逆もしっかりっていうかあるよね。全員あるんだけど、みくちゃんの時もあるし、のんちゃんが必死になってる時もあるし、そうそうそうやばい準備ができてないとかさ、そうそうそう買い出し行かなきゃとかさ、そう結構裏はね泥臭い感じだわけど、かる、泥臭いよね本当うに。んでもみんなは結構憧れる、うんなんか楽しそうだなって思う、職業だなとは思う。確かにだからみんなこういうのを目指してフリーランスなんじゃないと思うんだけど。そうなのかな。なんかでももっとさ、うん一つを突き詰めてなんかかっこいいお姉さんとかいるじゃん。うんそれもすごいなってやっぱ思うんだよね。なんかやっぱオーラが違うみたいなそういうなんかエディター一本とかさかっこいいなとも思うよね。でも実際問題蓋開けてみたらいろんなことやんないと生きていけないよって思わない？思う。だからやってんだよね。そう思うそうし、やりたいんだよねいろんなこと。そうあれも気になる、うんとかやってさやっていくうちにこういう関係も広まってったりとか、そうだね、いろんな考え方にもなるしね。そう、ねある意味現代のリアルな感じなんじゃない？こう確かにスラッシャー的な感じ。確かに、何やってんだろうみたいな結構ねいるんですフリーランスお悩みなりたい、ね、思った憧れているとかやってるけど、しんどい、どうしたらいいか分かんないみたいな人多くって、私一人じゃやっぱさ答えられないから愛ちゃんをねお呼びして質問に答えていきたいと思います。沖縄県在住30代コウヨトリネームぷよさんからのお手紙です。みくちゃん、愛ちゃん、こんにちは。こんにちは憧れてたこれね、わかる。いつも動画を楽しく拝見しております。早速ですが愛ちゃんさんに質問です、はい、会社員とフリーランスどちらも経験されていると思うのですが、それぞれのメリットとデメリットは何ですか？またフリーランスに向いていると思う人の性格は何だと思いますか？教えてください。メリットデメリットね、会社員でメリットだったらさ、やっぱ守られてるっていうのはやっぱあるなって思うよね。ちょっとミスしても会社が守ってくれるし、そもそも休みとかも調整してくれるじゃん。確かにそこもまずあるよね。休みを確保してもらえている。あと給料間違いないもう固定した給料が必ず入ってくるっていう、あの安心感はメンタルの安定にも多分つながるのね。わかる、本当にそう、あとはなんだろう、やっぱ同じ人とずっと長くいるわけじゃん、同じ箱の中って会社というね。だから人とその深く関わることで、その自分のコミュニケーション能力っていうのがある意味上がるよね。上がるかも、気を使えるかも。それが独立した時にめっちゃ生きてるよね。わかる。そう、その時はめっちゃ嫌だって思ってたけど今思えば良かったって思えるよね。そうそう。デメリットはやっぱしなくていいことが多すぎる。わかるこれは一体私じゃなくてもできるのではみたいなとか、本当はやらないといけないの分かってるんだけど営業日誌を絶対書かないといけないとかこれは不効率じゃね、やんなくてよくない、みたいな提出物、とこれ意味あるっていうミーティング。わかる。なんかもっと今なら多分素直に聞けるんだけど、当時はちょっと尖ってて強くいないといけないみたいな、そうだね。でもそういうところかな。フリーランスのメリットとデメリットは
メリットはねやっぱ気ままだよね人間関係のストレスがなくなった瞬間にもうかなり幸せ、会社によってはやっぱさパワハラとかさ、モラハラとかさ、そういうのがあったりするじゃん、そういうことを気にしなくていいし、そもそも気にせず生きてはいたんだけどやっぱ言われるとさ、あーめんどくせえみたいな、なんか余計なそれも余計な思考なの、それ考えてる1秒がもったいないみたいなその辺はすごいいいところだよね。人間関係とかに悩まなくていい。やっぱ会社員の時周りの友達もだけどさ人間関係でストレスを抱えてる人がすごい多かった気がする、わかる。だからそれが基本的にはないっていう本当に最小限じゃない。最小限、だから耐えられる。わかる。その時に鍛えられたからデメリットはやっぱ社会的信頼度は低いじゃんそうだね家借りるとかさ、それこそ家を買うとかでローンとか組む時は多分さ大変だろうね、わかんないけど。そうだよね。あと不安ない。フリーランスあるあるはきっともう不安定みたいな、そう不安定ね感じだもんね。あとはもう逆に言うと休みがなくなっちゃって、わかるオンオフないよね。そう本当に本気で休めてんの正月だけ。あー確かに何も考えずに休めてんのは、あとは、休みみたいな日もなんかやんなきゃいけないなみたいな気持ちで生きてるし、私もそうだし愛ちゃんもそうだけど、常に何見ててもこれは仕事の何かに、そうだね、使えるのか否かとか。確かになんか空いた時間あったらインプットしたがっちゃうんだよね。そうだから結構私たち3人で遊ぶ時って、それやめる時ない。だから SNS もあんま見ないとかさ、見ないとかあげないとかさ、撮らないとかやってるから、結構なんか最近会えてますかみたいなことをさ確かに聞かれたりするけど、いや実は合ってるんだよね。そう合ってるけど写真とか撮ってないんだよね。写真がない。グループ LINE のさ、アルバムのさ写真の数が明らかに違うよね。明らかに違う。過去と最近とかだと、でものんちゃんがかろうじていっぱい撮ってくれるから。そう向いてる性格はやっぱ安定感のある人じゃないこんな不安定な職業で。そうそれは精神的にやっぱブレにくいとか、ちょっとやっぱどうなんだろうね。私もなんかこの仕事始めてからそういうフリーランスの人に会うこと多いけど、みんなメンタル強いね。強いよね、なんか心の奥底でどうにかなるっしょって確信してる、自分は強運だみたいな、思ってる。だから自己肯定感高いかもね。高いよね。ネガっぽい感じな人がいないかも。あんまいないかも、きっと多分その人たちも不安は絶えあるんだけど、あえて口にしないで、ポジティブな言葉を言って自分を奮い立たせてるっていう感じはする、あとは結構鈍感力。確かになんか結構ちょいちょいいろんな不具合、いろんなものが納期になんかできないなんかいろんなところが遅れてるとかおいおいみたいな、イラつきみたいなのを、ある程度ご飯食べ行ったら忘れるかとか。そうだね、一回リセットできるとかね、自分のねご機嫌を自分で取れたら大丈夫だもんね。なんか基本的に自分の生きてるマインドがさ、死ななきゃ大丈夫だと思ってるからなんか本当に死にそうになった場面って人生で 2,3 回あるんだけど、生きてるからさ、もうあれじゃなきゃ大丈夫みたいな、わかるそのマインドなんだよね。でも多分みんな周りも基本そうなの。周りと死ななきゃ大丈夫マインドですよね私たちみたいな同盟はやってないけど多分みんななんとなくそういうマインドな気がする。めっちゃわかるフリーランスやっちゃうと、死ななきゃマシ。いや本当にご飯食べたらマシみたいな感じ。そういう感じではあるよね。こよとりネーム福田パンはあんバター一択さんからのお手紙です。ミクさん、あいさん、こんにちは。こんにちは。今回の質問募集の内容を拝見し、職業フリーランスというワードに反応しコメントさせていただいています。フリーランスを目指して副業をした経験がありますが、うまくいきませんでした、試行錯誤といえば聞こえが良いですが、いろんなことに手を出してうまくいかない状況だったなと思います、今回は副業やフリーランスにとって成功失敗についての考えをお聞きしてみたいと思いました。いくら稼いだら生活なのか、どんな形で起業したら成功なのか、人それぞれであることは大前提で、失敗も何をもって失敗なのか、例えば挑戦をやめなければ失敗ではないと聞いたこともあります、であるならば挑戦しているプロセスが好きであれば続けていけばいいのか、
プロセスが好きでも利益がないとモチベーションが上がらないとか、成功失敗の考えについてお伺いしたいですということです。これはもう常に考えてることじゃない。確かに、どこまでいったら達成とか成功失敗なのかっていうのを、結構ふわっとのらりくらりして生きてない。本当人生ふわっとした設定しかしてないからいつ何時何があるか分かんないから、本当最後の目標は可愛いおばあちゃんなんだけど可愛い私もそれがいい。可愛いおばあちゃん、可愛いチャーミングなおばあちゃまになりたいだけだ、難しいよね、その目標設定してそれが失敗か成功かみたいな。私は結構現実的だから、利益が出なかったら失敗だなとは思うけど、でも本当に好きなこと、自分の本当に好きなジャンルのことだったら、利益でなくてもこれは成功だったな、それを引き寄せたなと思って喜べるんだけど、基本はちゃんと利益を出す、それが成功だと思ってたね。分かりやすいところで言うとそれだよね、数字売り上げって感じかな。なんか最後の毎年確定申告の時に感じるぐらいなんだよねリアルすぎるね。でも同じような感じでもさ、この、あれやこれやとやってるからさ、なんか別にそれが良くないわけじゃないなとは思っている。全部なんだかんだ経験となって身にはなってんだよね。失敗したとしても、副業をなんか最近しようとしてる子となんか喋ってて、その人は全然違う IT 系の仕事してるんだけど、副業でなんかちょっと生成 AI のなんかをやってみたいみたいな感じで、なんか副業で今度するんだみたいな話をしてたんだけどさ、でも副業にそんなにお金を求めてなくて今はみたいな、副業で生成 AI のその知識を学べたらいいなっていうぐらいのマインドで一旦やるみたいな感じだったから、なんかそういう考え方もありかみたいな、がっつり副業で稼ぎたいとかじゃなくって、勉強したいことに対して多少でもギャランティーがいただけるならすごくありがたいよねみたいな、なんかその考えもあるのかってこの前話してて思った。でもそれってやっぱ本業がさちゃんとあって、本業ありきだよね。それやっぱ何かしらの軸がないと、副業するときに先にこっちの本業をちゃんとさ、利益出すっていうかさ、ちゃんとしない限り副業まで出すと確かにどっちつかずになっちゃって、自分がさ独立する時さ、どれぐらい例えばお金貯まってたとか、なんて分かる、そういうねお手紙も来てたんだけど。へー、なるほどね。私はね、会社員から YouTube の時に、突然バズってさ1ヶ月でさ、10万人いきましたみたいな、その間にまださ、そのリアルな話言うとさ、収益は振り込まれなくてないのね。2ヶ月先とかだから、まだ全然なんだけど、その振り込まれるまでの間に書籍の依頼来たのね、その時にやっていけるっていう確信があったの、それがなんか合図だったと思って、でそこにかけたの。だから明らかにその前の給料より低くなるかもしんないじゃん、でももうそれにかけたの、どうだったそれで言うと、本当に独立する時にお金のことは全く考えてなかった。だよねマジで考えてなくて、その貯金なかったもん全然。ないよ貯金なんかしてないよあんな25歳とかなんて。できないよね。さっき言ってることは矛盾するんだけど、本業ありきだよねとか言ってんだけど、うちのはもう無一文みたいなところから行って、なんとかなったんだよね、さっきみたいに本業ありきで学びとしてやる分はすごくいいと思うんだけど、もしこれを一本の仕事としてやるってなった時には、その次のやつにもう全ベットしないと稼げないなと思う。わかる。今自分が会社員で独立するってなったら多分ちゃんとお金も貯めてからちゃんと考えてやるんだけど、その時はそのキャリアプランだけは考えたけど、そのお金のことは一切考えなかったからさ、しかもなんなら独立したらあれコロナみたいな感じだし。そうだよもう本当に魂捧げてもうやるしかないよねって思う。でも最悪なんかなったらもうバイトすればいいって変な話思ってた、そこまでの覚悟だよね、何でもやるっていう覚悟で、やっぱやればそれはある意味成功なんじゃない、
副業を軽く捉えすぎてるとそれはやっぱこけちゃったりとか、わけわかんなくなっちゃうから、やるって決めたらガチベッドとか、本業にちゃんと余裕を持たせてから学びとしてやるのかとか、やると決めてやったっていうのは挑戦であり、それがなんかこけたとしても成功だったとも思う。そうそれがそういうことなのかなって思った、今。確かに。小よとりネームプリッチさんからのお手紙です。ミクさん、愛ちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。社会人経験はミクさんや愛ちゃんより長いけど、副業ライター歴は2年目の新米です。ライターを続けてて思うところがあり、愛ちゃんに聞きたいです。これは YouTube を作ってるミクさんにも関わることかも。クライアントの求めるものをこちらとして頑張って執筆して提出しても、こうじゃないって言われて却下されることがたまにあります。毎回自分はその執筆過去作品にクライアントの思いを乗っけようと思って調査も重ねて真摯に向かい合っています。でも否定されてしまい受け入れられないこともたまにあって、その度に落ち込んで引きずってしばらく落ち込みます。自分自身がやりきったこれならクライアントに喜んでもらえると思ったものが全否定された時にどうやって立ち直っていますか？私はしばらく落ち込んでしまって次に行くのに時間がかかってしまいますということです。でもそんだけ責任感あるってすごいよね。ちゃんとさ、なんだろう、真摯に取り組んでやってるんだなって思うよね。そうじゃないとこういう気持ちになんないじゃん。なんないよね。でもうちらもなることあるよね。ふーって思うことあるけど、結構ね忘れちゃうんだよね。これがフリーランスに向いている性格です。あとその人の説明を聞いて、論理的に納得がいくことに関しては、もうはぁってなるし、もうほんとめちゃくちゃなこと言ってたら、って思うけど、なんとなくでとりあえずやってみるみたいなのとかもあるけど、本当に忘れちゃうんだよね。忘れちゃダメなんだろうけど、忘れた方がこの仕事に関してはいいのかもね。そうだね。多分向こうもそんな100で違いますって伝えたいわけじゃないだろうからさ、それを100で向こうも伝えようと思ってないのに、100を受けるのもなんか違うし、なんかほんと50ぐらいで受け取れればね。確かに。でもじゃああんまり引きずらない？引きずらないね。秘訣とかあるの？落ち込んだこともあるじゃん、さすがに過去に。ない？もう根本の、ないよね。根本の問題かもね。じゃあすごいやっぱり性格なんだ。性格かな。自分がどうにかすれば変えれるものに関しては何言われてもなんかあんま落ち込まない。自分じゃ解決できないこととかで問題が起きるとちょっと逆に落ち込む。私が例えば紹介した人となんか違うところで紹介した人同士がなんかトラブっちゃったとかの方が正直来る。そうだね。申し訳ないって正直めっちゃ来る。そうだね。だから自分が起こしたものは受け入れれる。で最初から難易度がすごくない？多分そういう人間だって多分師匠も分かって私に声をかけた気もする。結構やっぱライターのアシスタントって例えば一気に10人ぐらい採用しますってなった時に、最終的にずっと残ってるのって本当一人とかなのね。いやそうだよ。なんなら残らない代もあるし、だから多分そういう何かがあるのかもね。いやでも多分それもあるわ。元の性格だったりとか、まあそういうところ。でもこの方の場合は分かんないけど、自分がもしこの人だったらって昨日考えてたのね、きっとその人もその人の中でこのクライアントはこうだろうっていう想像があると思うんだけど、自分だったらうざいぐらいこれってこういうことですよねめっちゃ聞くと思う。あ、なるほどね。なんかもうちょっと細かいことがあったらすぐ聞いちゃう。相手がこう思ってるだろうと思って勝手に思い込んでネガティブに捉えて落ち込むというよりかは、もっと細かく聞いて解像度を上げて、本当は私の作品を否定してるわけじゃなくて、クライアント的にはこういう思いがあって、ここをこう磨き上げてほしいってことを言ってるんだっていうところで探しに行くんだ。そうすごい今めちゃめちゃ解釈してくれた。私もそれやるからやるよね。やる。すいません、これってとかここの修正ってこういう意図でこちらはちょっとやってみたんですけど、どうですか、でそれでそういうことかってなることが結構多いじゃん。わかる。たまにほんとそれでも分かんない時もあるんだけど、あれっていうのあるよね。開けてもまだドアそうあれみたいなのもあるけど、その解像度をめっちゃ上げた方がいいよね。もうほんと 8K とかにする。わかるほんとそう、私はそれをね途中でやりたくないの。撮り終わった後に、そこからドア開けたくないから、最初のミーティングあるじゃん、ミーティングの時にめちゃめちゃ聞く。偉い。
でも本当それがいいと思う。そうなんか私の世界観でって言われるとざっくりだから、そうだね、ということはこれもうこうでこうでこういう感じでこれねみたいなめちゃめちゃ聞く、確かに世界観がさかなりある媒体とかだと特にそのラリーは必要だし、向こうも、なんだこいつって思うかもしれないけど、でもより良いものを作りたいから聞いてます聞かせてくださいって言えば、聞いてくれるって感じはするよ。そうだね。じゃあこのプーリッチさんも今後ね4K じゃなくて 8K まで聞いてみてください。確かにうざいって思われるかもしれないけど、大事なことじゃない。大事なこと。だってこんだけが真剣にさ、作ろうとしてるっていうことで、誤解があることってよくないもんね。よくない。本当素晴らしい人材ですもの。素晴らしい回答。よかった、ありがとう、汲み取ってくれて。じゃあ次フリーランスだけではなくて、愛ちゃん自身に対する質問も来てまして、すごい多かったものの中で1個読みたいと思います。埼玉県在住20代コウヨトリネームナッピミンミンさんからのお手紙です。ミクさん、愛さん、こんばんは。こんばんは。愛さんに質問です。シンプルな質問ですが、どうしてそんなにお肌が綺麗なのでしょうか。私は30歳目前なのですが、20代でこれまでしてきたスキンケアだと物足りなさを感じたり、口周りの肌荒れを繰り返すなど、負のループに陥り最近悩むことが増えました。愛さんはお肌が綺麗で悩まれた経験はないのかもしれませんが、肌悩みを感じた時は美肌を維持するために実践されていることを具体的に教えていただきたいですということで、愛ちゃんの美容についての質問めちゃめちゃ多くて、美容医療とか美容医療も難しいもんね。そういうさ、美容医療のあれこれはぜひ愛ちゃんのインスタに飛んで、ね、インスタライブとかしてくれてるから、たまにね、そこの時に聞いたらね、より詳しく教えてもらえると思うんだけど、お肌事情か。確かにあんた卵みたいだもんね。確かにそもそもは荒れにくい体質なんだよ、ニキビ肌とかでもなかったし、小さい時から、でも24、5のタイミングで一回めっちゃ荒れたのね、もうほんとブッツブツになって、ブツブツっていうかなんか白いさブツブツとか、全体的に肌がザラザラみたいな時があって、そのタイミングでいろいろなものを見直したのね。それは塗るものもだし、ライフスタイルとか食べるもの。うわ、みんなに言われる。でもさ、出ないじゃん、砂糖ばっか食うの。いや、結構赤み出るね。赤みね、その時にやったのは、まだその最初はやっぱさ、医療系なんてできないから、エステとかで人幹細胞を導入するあれをやったの、まず。今でいう美容医療とかだとまたポテンツァのドラッグデリバリーとかでそういうことをすれば多分同じような感じになるんだけど、っていうのをしたりとか。でも私が一番実感したのはやっぱ小麦グルテンに随分やられてて気づかなかったんだけど、その時にエステのお姉さんに確か言われたんだよね。グルテン一回やめてみたらみたいな。日本人は分解しにくいらしいから、なんかちょっと抜いてみるのもいいんじゃないみたいな、試しにみたいなね。そう抜いたらマジで結構改善されて。そうなんだ。でも食べなくはないよね。全くグルテンフリーではないよね。ピザ大好きだしパン大好きだし、でもほんとそれまでは白ご飯よりパン派だったから。そうなんだ。そう、家でも、マジで白ご飯って食べなくて。そうなんだ。でもおにぎりにしてくれたら食べるの。かわいい。で基本はご飯の時もなんかパンなの、私だけ。そうだったんだ。家で食べてる時頑張ってパンを1回控えてしたらだいぶ変わったのね。パンとかパスタとかピザとか。やっぱやってみる、試しにやってみるもんではあるんだね。人によるよ、もちろんね。ほんとね。あとはなんかクリニックに肌診断、肌年齢とか肌の分析をしてくれる機械を置いているクリニックとかがあるから、そこでリアルな今の肌を分析してもらうみたいなのはした。何年後このままだったらこうなりますよみたいな、こういうケアがおすすめですみたいな、そのカウンセリングだけでも別にいいんだよ。なんかカウンセリングだけでもやってくれるところあるし、なんかそういうところ専門家のところにお伺いして見直すっていう感じだったかな。愛ちゃんはね、一緒に泊まり行ったりとかすると思うんだけど、いろんなの飲んでるチュルッとビタミン C 飲んで、サプリみたいな、なんかチュルチュル飲んで、ちまちまやってるよね。ちまちまなんか突然出てきて、なんかチュルチュルしてて、あとは寝る時のパックとか、なんかもうなんだろう、いろんなのがすごい多くて、なんかとにかくなんかいろんなのをやってて、ちゃんと
いやでもそんなやらなくてもいいんだよ。自分の本当自己満足だから、でも多分好きでやってるじゃん、そうだね、実験みたいな感じとか、実験かも、仕事もそうだしさ、内側からもやってるし、外側からもやってるし、でなんか常になんかそのなんか突然こうになんだろうできたものでもう取りに行ってたりとか、ちゃんと自分の肌にめちゃめちゃ毎日ちゃんと向き合ってるんじゃないかなって思った。だから多分このナッピミンミンさんは、突然ねこうたまにこう鏡洗顔の見てあってなってるだけだと思うんだけど、愛ちゃん多分結構毎日ちゃんと自分のあれこれを確かにしっかりこう見てるんだろうなって思った。でも気になるものは常にあるからさ、仕方がないんですけど、でもそれはそれでそこは考えすぎるとまた大変なことになるから、ざっくりとしていて、じゃあまず初めてやるこれからちょっとずつ変えていくなら、インナーケアの見直し、そうだね、食べるものの見直しとかかな。あとはその肌年齢を測りに行ったり、でもあとスキンケアの見直しも大事かもね。やっぱ年齢に応じて必要なケアは変わってくるから、あとスキンケアがもしかしたらなんかもう賞味期限が結構もう来ちゃってて、効果を発してない可能性もあるし、やっぱああいうのはさ 1,2 年でもう限界だからさ、やっぱり思い当たる節あるみたいな顔してる。思い当たる節しかないよね。1年前のなんかミストとか使ってたりするの。分かる私は使うんだけど、でもやっぱ基本1年経つと捨てちゃう。開けてるとね、特に。なるほどね。ちょっとじゃあそれでやってみてください。ありがとうございます。こういうことをさ真剣に話すことなくなった。なんか久しぶりに考えたよ、いろいろ。わかる。新鮮だっためっちゃ。そうなんか一応考えてきたんだけど、でもさらにやっぱ考えながら話すから、またなんか自分の中でもアップデートされていくよね。考えが。30代は本当にキャリアだったり結婚出産だったり。フリーランスなのか会社員なのか何でもいいけど、20代の頃のがむしゃらから一個落ち着いて、あらゆることに悩む、逆に悩む年齢かなって、若さもねまだギリあるし、いやもうありがとうございました。ありがとうございました。第60回のゲストは愛ちゃんでした。ありがとうございます。はい、愛ちゃんになんかもっと聞きたいよっていう人がいたら愛ちゃんの SNS で飛んでいって質問コーナーとかされてるからね、そういう時に書いたら愛ちゃんもちゃんと答えてくれるんで、ぜひ今後もね私と愛ちゃんとのんちゃんさんによろしくお願いします。最近同様ラジオでは引き続き、私たち夫婦への、質問相談トークテーマなど随時募集してますので、この動画のコメント欄にこよとりネームをつけてお手紙いただけると嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。